はい、どうぞ。金子でございます。ということで、本日の食材がこちら。どっこいしょっと。ミルクフィッシュっていうことでね。それではこちらを、さばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら。ミルクフィッシュ。っていうことでね、僕の動画で初めて出てくるお魚さんだと思います。別名サバヒーとも呼びます。日本ではそんなにね、メジャーな魚ではないんですけど、台湾とかフィリピンとかインドネシアだと、とっても重要な食用魚で、養殖とかも盛んに行われているぐらいですね。で養殖が簡単なんですって。養殖池に放っとけば勝手に育ってくれるらしいんですね。なんで養殖がしやすいのもポイントの一つなんですね。で、国内だと鹿児島とか沖縄でよく食べられてるみたいですね。で、これなんでミルクフィッシュっていうかというと、身がなんか牛乳みたいに白いらしいんですよ。本当かどうかわかりませんよ。そう書いてあったんでね。そしたら今日はこちらのサバヒを使って2品作っていきたいと思います。1品目。サバヒをカラッと揚げて、その上に甘酢あんかけをかけて、サバヒの甘酢あんかけ。で、2品目はやはり初めて食べるお魚ですので、お刺身でいただきたいと思います。見た感じね、顔はボラみたいな顔してるんですよね。鱗もこうボラっぽい鱗ですね。ちょっとボラより若干細長いか。で、ヒレというヒレがね、もうシャープなんですよね、ほら。超かっこいいんですよ。もう尻尾もこんな感じ。で、鱗はね、ツルッツルですね。取っかかりがないですね。ではこちら、鱗を落として内臓を取っていきましょう。あ、鱗。ちょっと待て、これすげえ取りにくいな。全然取れんわ、鱗が。鱗かき歯が立たん。ちょっとこれ鱗取るんでやめます。まずはちょっと頭を落としていきましょう。何これ、頭が変だと。いつも魚って、こう、エラがこう、ハの字になってて、ここだいたい開いてるんですよね。でも、サバヒーはね、こう、膜があって、こう、繋がってるんですよね。親指がね、入らないっていう、この膜で。珍しい。なんで、一回ここで膜を切って、で、ここで、顎を落として、エラに沿って、頭を落とすと。骨はね、柔らかいですね。なんかね、見た感じ、これあんまり油乗ってないし、ミルクのように白い身って言うけど、あんま白くねえぞ、これ。じゃあ内臓を出していきましょう。とっても腹が広い魚ですね。はい、じゃあ内臓をオープンしていきましょう。オープン。うわー、何これ。真っ黒だね。超腹黒じゃん、こいつ。ドス黒。あんまりね、血が見えると YouTube さんに怒られちゃうんで、ちょっとこれ洗っていきます。この色合いはね、YouTube さんがおこな色合いですね。で、内臓を出したら、血綿を傷つけて、で、流水で流しながらササラで血液を取っていきます。結構血の気は強い魚ですね、これ。はい、血綿が綺麗に取れたら、ちょっとね、僕、今から用事があるんで、ちょっと1日冷蔵庫で保管します。とりあえず内臓だけ出したかったんですよね。内臓だけ出さないとね、臭くなっちゃうと思うんで、皆さんもね、魚はできるだけ、来たその日に内臓だけは出した方がいい。お魚っていうのは内臓から傷んできますんでね。で、このお腹に、ピジットシート詰めてみよう。前、熟成サバが送られてきた時に、本当にこれ良かったんで、お腹にピチッと詰めて、で、そこにペーパーを敷くと。こんな感じでどうでしょうか。このピチッととピチッとの間にこうペーパーを詰めるみたいな。これでこのピチッとシートが余計な臭い血とかを吸い取ってくれると思いますんでね。よし、そしたらあとはこれぐるぐる巻きにして冷蔵庫で寝かします。これじゃあ何日後かに移動。さあ何日だ。はい、そうしましたらこちら。4日経過しました。4日で収まりました。そしたらお腹のペーパー抜く前に、鱗を処理していきましょう。でね、4日間考えたんですけど、やっぱり鱗かきじゃ取れません、この魚。なので、すき引きで取っていきましょう。こんな鱗のね、取りにくい魚いないですね。すき引きでいきましょう。もうこれ完全にすき引きの魚じゃないですか。すき引きやりやすい、これ。めっちゃ簡単に取れる。気持ちよ。すげえ。恐ろしく綺麗に取れますね。ほら。なんかね、フルーツの皮剥いてるみたい。めっちゃ気持ちいい。
皆さんもね、すき引き練習するときは、このミルクフィッシュでやった方がいいですよ。これね、自信つきますわ。そしたら反対側を取っていきます。で、ポイントは若干浮かしつつ包丁の角度は上ですね。で、引いていくと。そうするとね、失敗が少ないような気がします。下の方に刃先を向けると、こういう風に皮の下の身までいっちゃうことがありますんでね。ちょっとここ下手くそ失敗しちゃいましたね。はい、ではこのように鱗が取れました。そしたらお腹のペーパーを取っていきましょう。ペーパーはただの型取りなんでね。大事なのはこの周りのピチッとシート。これがね、余計な血を吸ってくれてると思うんですよね。ね、これがね、大事なんですよ。はい、こんな感じですね。そしたら3枚に押していきましょう。油はね、全然乗ってなさそう。やっぱり南国系の魚ってね、なんか油があんま乗ってるイメージないんですよね。でもこれも南国系の魚だと思うんですよ。取れた場所はちょっとわかんないんですけどね。南の方で上がったっていうのは間違いないと思うんですけど、多分鹿児島産なのかな、ちょっとわからんな。せーの。どうだ？おー、全然白くねー。どっちかというと青いですね。油の全く乗ってないサワラの身質とよく似てます。さて、じゃあこちら側もおろしていきましょうか。でも鮮度はいいですね、やっぱりね。4日寝かせても、ちゃんと処理すれば、身は傷んでません。でね、匂いは全く来てないです。変な匂いとかしない。魚独特の臭さが、この魚にはないような気がしますね。なんでだろう。ちょっと顔的には、ボラに似てて、魚臭いような顔してるんですけど、なんかあんま臭くねえな。はい、ではこのようにおろし終わりました。じゃあ片身はご近所さんにあげて、今日はこっち側使っていきましょう。はい、そしたらこちらを、まずカマを落とします。カマ落としちゃって、で、この腹骨を取っていきます。長いな、腹骨が。すごい長い。はい、こんな感じですね。そしたらじゃあまず血合い骨をこう取っていきます。真っ二つ。さっと。皮はね、薄いですね。何これ？ちょっとこれ問題発生ですね。この魚ね、皮目ですね。ここにめちゃめちゃ強い骨が入ってる。ほら、いきますよ。こう来て、ここで止まっちゃうんですよ。ここですね。パパパパパパパッと、めちゃめちゃ強い骨が入ってますね。これはさすがにね、ダメだな。だからこの魚って、鱗取んなくてもよかったかもしんない。鱗取らずに、もう基本皮はこれ取って料理するものかも。なんかよくわからんな、これ。何この複雑な骨の入り方。今までにないですね、この魚の骨の入り方は。まあいいわ。こう薄く切っちゃって、このぐらいに。で、これで揚げていきましょう。で、刺身はこのお腹の方行きましょうか。お腹の方はね、骨が入ってませんね。で、皮付きの方も切っていきましょうか。お腹の方はいいわ、これ。いや、お腹の方も入ってました。お腹の方はね、真ん中に入ってますね。これ骨だらけの魚だな。これ扱いにくいわ。そしたら刺身から作りましょうか。刺身は、じゃあこういう風にね、適当に切っちゃって、こういう感じで。あんまり美味しくなかったら嫌なんで、3切れにしときますね。そしたら切り身に軽く塩を打ちます。で、余計な水分と臭みを抜いていきます。これで10分ほど置いておきましょう。はい、では10分経過して水気が出てきましたら、水気を取って、軽く塩コショウで下味をつけて、それで片栗粉をまぶしていくと。
はい、これであとは揚げていくだけですね。そしたら揚げる前に、まずは甘酢あんを作っていきましょう。まずは、ケチャップ。こんなもん。で、お醤油もケチャップと一緒ぐらい。こんなもん。で、日本酒も同じぐらいの量入れます。よっと。で、砂糖は気持ち多めに入れます。で、そこにお酢を入れます。今日は赤酢がちょっとまだ残ってますんで、赤酢を使っていきます。で、ちょっと旨味が欲しいんで、鶏ガラを入れましょうか。鶏ガラこんなもん。はい、これでタレの完成ですね。そしたら次はお野菜ですね。人参と玉ねぎを刻んだら、で、今日はここにもう一つ。これがあるんですよ、これ。えのき栽培セットで、僕、えのきを育てたんですけど、なんか育ちすぎたかなんかわかんないですけど、こんなことになっちゃって、これもね、使っていきたいと思います。育ちすぎるとこんなになるんですね。根元からこういっちゃっていいのかな。こうでいいんかな。おお、すげえすげえすげえ。おお、めっちゃ簡単に取れた。そうしたらね、土がついてますんで、この根元はここら辺から切っちゃいましょうか。白いえのきというよりかはね、茶えのきですね。よし、これは違う料理に使おう。で、キノコはあんま洗わない方がいいと思うんですけど、さすがに土がついてるんで洗います。庭にね、このミニピーマンが2つあったんで収穫してきました。これもね、入れちゃいましょう。唐辛子に見えるんですけど、違う、これピーマンです、ちゃんと。これがうめえんだ。そしたらフライパンに油を敷きまして、で、火をつけて、硬いものから炒めていきます。まずは人参。はい、ある程度野菜に火が入ったら、ここに先ほど作ったタレを入れていきます。タレを絡めていきます。で、これでとろみをつけたら、野菜たっぷり甘酢あんの完成。はい、そうしましたらフライパンに油を敷いていきます。そしたらミルクフィッシュの身を揚げていきます。はい、気泡が大きくなってきたら OK ですね。そしたら一度油を切って盛り付けていく。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。ちょっと盛り付けがあんま良くないですけども、味は美味しいと思いますんで。まずは、お刺身からいただきましょうか。こちらが、ミルクフィッシュのお刺身ですね。皮肌はね、とても綺麗ですね。これ皮引いてある状態で、この色ですからね。それでわさびをちょいとつけて、いきます。醤油にちょいとつけて。うわ、油はね、全然ない。全く油浮いてこないね。お腹の方なのに。正直にいきますんでね。いただきます。弾力がすごいな。で、油はないんですけど、味はあるな。ハマチに近いですね。あ、この味があるんだったら、何しても美味しい魚だな、これ。なるほどね。じゃあこちら、あんかけいきましょうか。この甘酢あんをこうたっぷり乗せて、こうね、取れたてのえのきも入ってますからね。これ、いただきます。ちょっと甘酢あん、失敗かも。あんかけがミスってんな、これ。赤酢じゃなかった方が良かったかも。中華は難しいな。やっぱな。ちゃんとレシピ見て作ればよかった。ただね、魚はうまい。これね、火通した方が美味しい魚ですわ。ふわふわになってね、香ばしさも出てうまい。これ普通に唐揚げして、マヨネーズとかつけて食べたら最高にうまいと思う。はい、ということで、今日はこちらのミルクフィッシュのお刺身とあんかけときましたら、お飲み物、こちらでやっていきたいと思います。せーの、じゃん！銀のやつ。かっしゃ。このグラスでいきたいと思います。かっこいいでしょう。やっぱね、ビールってグラスも大事よ。
フルフルの泡ですね。これがね、最高なんですわ。7対3だと思います。いただきます。失敗したとはいえど、自分で作った補正がかかるんで、うまいんだな。それじゃっくり、食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで、今日はミルクフィッシュ、サバヒをさばいて食べてみましたけども、身が真っ白でミルクみたいっていうのはね、嘘でしたね。身は油の乗ってないサワラみたいな身質でした。で、味はもうほんとハマチですね。なんで何にでも合う味でした。刺身だとちょっと身が硬いかなと思いましたね。刺身にする場合はもうちょっと薄切りにした方がいいかなと思いました。で、皮肌とかに複雑に骨が入ってたんですけど、今日は薄く切ってあげたんで、骨はそんな気にならなかったですね。で、気になる方はピンセットとかで抜いてもいいかもですね。というわけで、今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。